皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は6面ボスたちの豆知識について解説していきますよ。この動画を見れば6面ボスキャラについて詳しくなり、さらに東方プロジェクトのことが好きになれると思うので、楽しみにしててくれよな。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。それでは、早速解説スタートです。さて、まずはレミリアの豆知識からです。レミリアやフランのような吸血鬼は驚異的な身体能力と魔力を誇り、樹齢1000年を超える大木を片手で掴んで持ち上げ、瞬きする時間で人里を駆け抜けるほどの身体能力を持っています。また、一声かけるだけで大量の悪魔を召喚し、自らを大量のコウモリに分解し、さらには霧状にまで細かくしどこにでも入り込み、さらには、頭以外が吹き飛ぶ怪我を負っても一晩で元通りになるという、超カリスマスペックを持ってるしな。しかし、レミリアの好奇心旺盛な性格のせいでカリスマブレイクがたまに発生しています。レイムさん、そのカリスマブレイクってなんだ？設定上カリスマ溢れるキャラクターが、本来からは想像もつかないほど可愛い、あるいは格好悪い姿を晒し、威厳もへったくれもなくなった状態。主に東方プロジェクト関連について使われることが多いですね。ニコニコができる前から西洋寺ゆゆ子や蓬莱さんかぐやなど東方キャラの多くがカリスマブレイクされてきたのですが、その中でも、カリスマブレイクの対象とされることが多いのは、東方高魔教のステージ6のボスキャラレミリア・スカーレットでしょう。このカリスマブレイクの例で言うと、東方暴月賞にて、東方プロジェクト内でトップクラスの実力を持つとされる綿月より姫 VS 地上組、という回があったのですが、レミリアが一番あっさりやられてしまったことなどが挙げれますね。カリスマブレイクされた状態のレミリアは時々レミアと呼ばれるようだな。しかし、その分可愛さは急上昇するし魅力なども減ることはなく、実際人気も高いためカリスマと人気の関連性は低いとされますね。むしろ、ギャップがあって可愛くていいじゃないかな。また、カリスマブレイクの代名詞とも言えるのが、レミリアのウですね。意味は特に決まっておらず、ほぼ口癖。流行ったのは春夏秋年が作ったフラッシュが、ニコニコ動画に転載されたことがきっかけですね。東方二次創作サイトハッピーフレームタイムがドナルド・マクドナルドの CM で有名なランランルー。おレミリア、って何なんだとして改変したものが元になりました。ちなみに、フラッシュとはアニメーション等の動画を作ることができるウェブコンテンツ制作ツールのことだぜ。ですので、原作では一度もなんて言っていませんよ。さて、白翼楼のお嬢様、西洋寺ゆゆ子の豆知識を解説しますね。いつもはのほほんとしていて、今日も今日とて従者の用務を困らせるゆゆ子ですが、蝶がつくほどの切れ者だということを知っていましたか？実は東方栄夜賞にて、ゆゆ子様は初めから、かぐやが犯人と睨んでいることがわかります。栄夜賞にてゆゆ子様がしつこく言っていた名詞、竜料理について皆さん気になりませんでした？この時点では、この先の場所にある、永遠帝のことを指してるんだろうなくらいに思っていたな。それで、冷戦戦で冷戦は宇宙鳥と表現され、そのまま初回プレイはエイリン戦で、エイリンが薬膳料理と表現されることがわかりました。つまり、宇宙鳥というのは鶏肉の味がするウサギの冷戦を表し、薬膳料理は、あらゆる薬を作る程度の能力を持つエイリンを表しているのか。待て、過去についてはわからないが、この異変では永遠帝組と会ってないのに言い当ててることになるな。その通りです。でも、竜料理って何なんだよ。それは2回目、かぐや戦にてわかりました。皆さんもご存知、蓬莱さんかぐやは竹取物語のかぐや姫ですよね。そして、ご面道中に流れるシンデレラ刑事、かごめかごめ、という、稲葉テヌのテーマ曲的な BGM があるのを知っていますか？稲葉テヌじゃなくて稲葉亭ですね。これを直訳するとカゴの中の姫、つまりかぐや姫はカゴ、ケージに入れて育てられたヒロインってなりますよね。あ、そういえば、カゴって言うという字に似ているよな。そう、竹取物語の竹を取るというとなるのです。おいおい、ゆゆ子様、最初から気づいてたのか。そういうことになりますね。栄夜賞をやった人ならわかりますが、ただ単に異変を楽しんでいるように見えますが、実は一番初めに気づいたのはおそらくゆゆ子でしょう。さすがは、1000年以上生きている長寿のゆゆ子だな。いや彼女は死んでますけどね。さて、今度は栄夜賞6面ボス A の矢心エイリンについて解説します。この矢心エイリンといえば失礼しました。エイリンは年齢に似合わず超おばあちゃんなのです。いやフォローできてないよね。確か年齢は1億歳以上生きているらしいな。でもこの情報は本当なのか？結論から言うと、おそらく合っていますね。
薬師の一族である矢心家きっての天才で、もともとは地上生まれの神様の一人。月人が地上に住んでいた、現在から1億年ほど前に、月読ミラ高貴な神様と共に月に移り住み月の都を作ったのですよ。その時から計算すると、実年齢数億歳とのことです。ちなみに、今からおよそ1億年前はなんと恐竜の全盛期です。さらに、人類の祖と言える存在が地上に現れたのは500万年ほど前。モチーフの神様より古い歴史を持つ、神様みたいな謎の生命体。また、ズンさん曰く天才とのこと。そりゃほぼ立場上、神様より上っていうことだもんな。原作でも人間がいなかった時代が懐かしいわと言っているので、年齢に関しては本当なのでしょう。月人の多くは、日本神話と中国神話に名を連ねる神々であり、愚問九呪によれば、実際に月の都は高貴な神様たちがいる場所で、月人であるエイリンもその高貴な神様の一人であったとされています。エイリンの場合は元ネタ的にも日本神話の神格である線が濃厚なのです。また、こんなにも長く生きて、神よりもすごい存在がなぜかぐやにあんなにも尽くしているのかも不思議だよな。ちなみにエイリンは二次創作では巨乳キャラでよく書かれます。もしかして突然の下ネタ解説を挟む程度の能力ですか？さて、ラストはエイヤ小6面ボス B の蓬莱さんかぐやです。このかぐや姫は、永遠帝という屋敷でなんと数百年も隠れ住んでいました。それはニートと言われてしまうな。エイヤ小以降は結構外に出てますがね。蓬莱さんかぐやは名前の通りかぐや姫をモチーフとされています。だから月から来たんだよな。そう、かぐや姫は蓬莱の薬という不老不死になれる薬を飲んだことで月のお偉いさんに地上へ追放されたのです。とは言っても、もともとかぐやは地上に住みたかったので、計画通りなんでしょう。いや見てないからやめとけ。地上での追放期間が終わり月からのお迎えが来たのですが、地上へと帰るのを拒み月のお迎え組をボコボコにします。それは違うだろって言おうと思ったけど多分そう。そのため、数百年も隠れ住んでいたのです。さて、なぜ数百年間も誰にも見つからずに、隠れ住んでいたのでしょう。これはかぐやの能力の永遠と主流を操る程度の能力によるものだと思われます。永遠の魔法とは、寿命や変化をもたらす汚れを受け付けず変化を拒むようにする魔法であるという。かけられると、一切の歴史の進行は止まり、生き物は成長を止め、食べ物はいつまでも腐らず、割れ物を落としても割れることはないのです。つまりは、一度したことはもはや取り返しがつかないことの例えである腹水盆に帰らず、このことわざを、ある意味否定する力ですね。なるほど、かぐやは永遠とも思える時間を操れるってことか。この魔法がかけられた世界ではいくら活動していようとも、時間が止まっているのに等しいのです。幻想郷に来てから数えても100年単位で隠れ住んでいたはずが、AI 編の時まで誰にも知られることなく竹林の奥に存在し続け、また、純和風の建物である永遠帝が一切老朽化する様子を見せていないのは、この永遠の能力によるものと言われています。かなり難しい能力ではありますが超簡単に言うと時間を永遠かと思えるほどの超スローにすることができるってことです。例えると日本ハムファイターズの伊藤博美さんが投げるスローボール並みの永遠を体験するってことだな。いや例えやろ。現在は、この永遠の力を解いたことによって地上の人と関わっているようですね。さて、今回はここまでにします。東方の6面ボスたちのことが少しでも好きになってくれたら嬉しいぜ。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。